どうも、きみまろです。今日はやっと届きましたこちらのソファー、デンマークの老舗ソファーブランドアイラーセンのストリームラインミニソファー、こちらをね1週間使ってみた感想をお伝えします。高級ソファーということもあり、いつもの買ってよかったもの紹介みたいにすぐにね購入をおすすめできるようなものではないんですけども、僕これ買う時に YouTube とかでレビューをいろいろ探したんですけども、なかなかねレビュー動画とかが見つからなかったので、こういったアイラーセンのソファーとか他にも高級ソファーの購入を検討している方の参考になればなと思いまして、今回レビューを撮ってみようかなと思いました。以前ルームツアーの動画の中でその時に座ってるソファーがあんま良くなかったので、ソファーを買い替えたいんですけども何かおすすめありますかっていうふうに視聴者さんに、質問させていただいたんですけども、このねアイラーセンのソファーがいくつか上がってきていて、実は僕アイラーセンのソファーっていうのは第一位候補だったんですよね。結構ね前評判も良かったので購入は検討はしていたんですけど、そういった声もいただきまして、背中をね押される形でこちら購入いたしました。でこのアイラーセンはデンマークで一番売れているソファとも言われていて、本当に日本でも大人気のソファのブランドです。結構高い買い物なので、インテリアショップで実際に座って検討しようかなと思いまして、3月にインテリアショップのアクタスさんに行って実際に座ってみて、それで他にもねいろいろ座ってみたんですけど、もうこのねアイラーセンのソファ本当ねダントツの座り心地の良さでした。他にはない唯一無二の座り心地って感じがしたので、もうその場でね即決して購入いたしました。アイラーセンのソファーは受注生産なので2ヶ月以上かかったんですけども、やっとねこのように納品されました。で1週間以上使ってみたので座り心地などをレビューしようかと思ってます。で結論から言いますと、これね本当に座りやすいです。他のソファでは感じられないような体が包み込まれるようなね座り心地っていうのを体感できてます。本当このソファは一生もんだなと思えるようなソファに出会えて、僕めちゃめちゃテンション上がってるんですけども、こちらのねどんなところがいいかっていうのを詳しく紹介していこうと思います。ちなみにアイラーセンには以前から人気のストリームラインというモデルがあるんですけども、こちらはそのコンパクトなモデルのストリームラインミニソファーというものになってます。でサイズは横幅が180センチで奥行きが87センチで、この背もたれまでは約50センチで高さは78センチで、この座面までの高さは40センチとなっています。で僕の身長が175センチなので、クッションに頭を乗せて横になるとね、もうちょうど全身がすっぽり入るサイズになってます。本当にベッドのような寝心地の良さで、も本当この上でそのまま寝られます。足を伸ばして足の間にこたつが挟まってきても片足が落ちることもなくゆったり寝転がれます。ストリームラインミニでもこの座面の奥行きなので、ストリームラインだとねもっとゆったりできるんじゃないかなと思います。でもねうちはこのねストリームラインミニがちょうどいいなと思ったのでこちらを選びました。アイラーセンのソファーはカバーをね何十種類のカバーから選ぶことができるんですけども、僕はコットンの30番というこのグレーのカラーを選びました。グレーにねうっすらこういう風にストライプが入ってる生地になってます。生地の目は比較的細かめで、洗いとねこたつの毛が挟まったりするので、犬の毛ってソファーとかにね結構挟まりやすいんですけど、目が粗かったりすると挟まった時にねなかなか取れなかったりするので、そうならないように細かなめのものを選びました。単色でシンプルながら、このねストライプが入ってるっていうのもあるかもしれないですけども、本当ね見た目上品で肌触りもねとてもいいです。で縫製もパイピング仕上げっていうんですかね、とても丁寧でね外観が本当美しいです。であとこのレッグの部分はシルバーカラーのレッグになっていて、ストリームラインミニはこれしか選べないんですけど、ストリームラインの方だとブラックも選べるようです。レッグの下にはクッションもつけていただいているので床を傷つけるってこともないです。で床面からソファーの底面までは13センチくらいあるので、ロボット掃除機とかをね走らせてもこの中を悠々と通ることができます。でこの内側の骨組みといいますかフレーム、これもかなり頑丈でパインの無垢材を使ってるんですけども、本当にきしむ音とかも全然ないですし、もう耐久性もしっかりしている感じですね。でこのアイラーセンというブランドは1890年から続く老舗ブランドなんですけども、創業当時は馬車を作っていたらしいんですよね。それもあってねこういう骨組みの作りとかっていうのはねかなりしっかりとしています。でちなみに前使っていたソファーはちょっとあんまりね高くないソファーを使っていたんですけど、このアームレスト肘掛けの部分に肘をついたらミシミシって音がして、多分ね中にベニヤみたいなのが入ってたと思うんですけども、そこにね多分肘で穴開いちゃったんですよね。アームレストが肘ついただけで穴が開いてしまうっていうのもちょっとどうなのかなと思ったんですけど、安いソファーだとそういうことも起きるみたいで、そういった心配はねさすがにアイラーセンでは全くなさそうなので、安心して肘もかけて座ることができそうです。で肝心の座り心地の部分なんですけ
けど、最初に言った通り本当に座り心地いいです。アクタスさんで座った時に一番驚いたのは本当ここですね。この座り心地に一番影響するクッションの中身なんですが、硬質な低反発クッションみたいな感じで吸い付くようなもっちりとした座り心地です。なんでかっていうと、このクッションの中の羽毛の比率が普通のソファーの座面のクッションよりも高いみたいで、クッション本体を持ってみると結構重かったりするんですけど、そういう風にね、羽毛がぎっしり入ってる感じなんですね。なのでわかるかな、座ってもこういう風に沈みきらないですし、お尻をねしっかり包んでくれる感じです。立ち上がってもすごい沈んでる感じしないと思うんですよね。本当にこんな感じで座り心地めちゃめちゃいいです。本当何度も言ってしまいますけど、この座り心地はねめちゃめちゃいいですし、他のソファーにはこの感覚はなかったですね。ただまだ使って1週間ぐらいなので、どれぐらいでへたってしまうかもわからないんですけど、こうねパンパンはたいたりとかメンテナンスをしていけばかなりね長持ちするみたいで、これについてはいろいろ調べてみましたけど、もう数年経っても全然へたってないって方もいたので、やっぱりね結構しっかりしてるんじゃないかなと思います。あとメンテナンスの話だと、このカバーも取り外せるのでクリーニングもできますね。あとカバーね取り外せるってことは、これをねカバーを別の色に変えたいなとか思った時はカバーだけね買い替えることもできるので、ソファー全部を買い替えるよりもね少しお安くイメージチェンジができますね。あと搬入の時の話だと、大きめのソファーなので搬入の時にねドアが通るか気になるところだと思うんですが、足を取り外すと最短の辺が56センチくらいになるので、余裕見て60センチくらいの幅があれば搬入も楽々できると思います。うちも一番幅が狭いところで60センチのとこがあったんですけど、問題なくね通れていたので、搬入の時もそれぐらいの幅がキープできれば問題ないんじゃないかなと思います。でもね念のため販売店でね見積もりなどを取ってもらった方が安全なんじゃないかなとも思います。あとは今回は同じ生地でこういったね大きめのクッションも2つ購入しました。これもねこのサイズなので寝転がりながらクッションに身を委ねるとねほんと心地いいです。はい、こういった大きくゆったりだけどスマートな印象のストリームラインミニソファ、これねもう本当にいいです。ちょっと高い買い物ではあったんですけど、もうすでに大満足しています。はい、今回はアイラーセンのソファーストリームラインミニソファーのレビューをしてみました。このアイラーセンのソファーとか高級ソファーを購入検討されている方、何かわからないこととかもっと詳しく知りたいことなどありましたらコメントで質問いただければと思います。購入検討されてない方も気軽にコメントをまたお寄せいただけると嬉しいです。このチャンネルではこういった家具の情報やインテリアの紹介なんかもしていきますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。買った初日からこたつにど真ん中占拠されましたけどね、犬にとっても寝心地のいいソファってことですね。